目標を立ててても途中で諦めちゃうことってない？それ実はやり方次第で大きく変わります。今日はたったの12週間で目標をちゃんと達成できる方法と小さな習慣の力、そしてそれを続けるためのコツを紹介したいと思います。最後まで見ればきっとあなたも自分の目標達成に向けてすごいワクワクするはず。Hi friends! So good to see you here again. 私の名前はティアナです。違う動画ではミクとも言ってるけど、ティアナ is my middle name, so you can call me either way. 私の座右の銘である She designed the life she loved に沿った形でコンテンツをこちらで紹介してるから、ぜひ他の動画も見てみて、もし好きだったらサブスクライブとかもお願いします。それではまず冒頭にも言った12週間のゴール設定の魅力を教えますね。この考え方はこちらの2025年のゴール設定の動画でも紹介してるんだけど、こちらでは Quarterly Quests、Quarterly Goals っていう風にして紹介してるんだけど、同じような考え方で Quarterly Quest、Quarterly Goal っていうのは1年間の大きな目標を3ヶ月ずつに小さく分けて、クォーターのようにしてね、小さく分けてゴールを作っていくの。その3ヶ月ずつのゴールを達成していくと、1年間のゴールをちゃんと達成してるよねっていう風に小さなステップでアニュアルゴール、1年のゴールを達成するっていう考え方なのね。だけど今回は12週間っていう風にして紹介するね。っていうのも最近 YouTube で Brian P. Moran の12週間で人生を変える The 12 Week Year っていう本を要約してる人に出会って、めっちゃ面白いと思って皆さんにも紹介したいってすごい思ったからこちらの動画を撮ってます。なぜ12週間が効果的かっていうと、1年ってなんかでかくない？なんか大きすぎない？わかる？ 1 年って目標設定にはすごい長い期間だから本当挫折しやすいと思うのね。で12週間とか3ヶ月とかして期間を区切ればそれだけ短くなるから成果が見やすいのね。で特に12週間っていう値が大事になってくる理由は12週間イコール12ヶ月っていう風に考えるの。だから1週間が1ヶ月みたいな感じだから、1週間で1ヶ月分のゴールを達成するみたいな感じなのね。でここで大切なのがゴールを SMART にすること。 SMART の S は Specific 具体的にすること、 M が Measurable 測定可能、 A は Achievable 達成可能にすることで、 R は Relevant 関連性のある目標にすること、 T が Time Bound 期限付きにすることで、私が自分が作ったこの大きなゴールを達成できるようにそれまでの過程に小さなゴールをどんどん作っていくのね。でそのゴールは目標だったり Habits だったりするの。Habits は習慣、大きな目標は小さな一歩から始まるから、そこでマイクロハビッツについて教えたいと思います。例えばめちゃくちゃフィットになりたい、健康的になりたい、アトラクティブになりたいっていう目標があったとしたら、じゃあ毎日1時間運動しようっていう風にしたら、ちょっと毎日1時間運動してこなかった自分にはハードルが大きいじゃん。だからじゃあ1分間だけストレッチをしてみよう、ストレッチから始めてみよう、こうやって考えるの。セルフヘルプブックを読みたいっていう目標があったとしたら、じゃあ毎日1時間ベッドに入ったら本を読むっていう風にするんじゃなくて、じゃあ1ページから読んでみよう、毎晩お布団に入ったら1ページから読んでみようっていう風にする。それとか私みたいにジャーナリングを習慣化させたいっていう風な目標があったとしたら、毎日日記を書くじゃなくて、ちょっと思い出したなっていう時に朝ジャーナリングを1行だけ書いてみるっていう風にしてみるの。部屋をきれいに保ちたいって、ちょっと私の部屋もちょっといろんなものがあるんですけど、部屋をきれいに保ちたいっていうゴールがあったとしたら、じゃあサンデーリセットを一気にやるっていう風にして考えるんじゃなくて、小さなこと何からスタートできるかなって言って考えた時に、出したものを使ったらすぐ戻すとか、家に帰ってきたら鍵の置く場所、服の置く場所、水筒を洗うべきだったら水筒をシンクに持ってくっていう風にして、小さなハビッツをスタッキングしていくの。私も最初はこうやって小さなステップから始めてみて、意外と1分とか1行とか1ページとか私が思っている以上に小さいアマウントなのよ。だからもうちょっとできるって思ってスパンを広げたり規模を広げたりとかして意外と進められるんだよね。で実は私はハビットトラッカーを自分で作りましたそう、2025年入って1月28日ぐらいに作ったんだけど、結構遅めだったんだけど、でもハビットトラッキングもやってみたいって急に思って作ったので皆さんにご紹介します。こんな感じです。やばい、めっちゃ
めっちゃ白いっていうのが分かられる。あーやばい。これは2月。意外といけてる。意外といい。で、こういうハビットトラッカーは小学生の時にやってたの。いや、今考えるとすごいなって思うけど、でも it was more like a everyday to-do list kind of thing that my dad forced me to do.で、このハビットトラッカーはすごくシンプルだから皆さんも使いやすいと思うんだけど、で、もしよかったら詳細にこのハビットトラッカーの PDF を載っけておいたからダウンロードしたりコピーしたりして使って全然いいですよ。でも3000円だよ。嘘、本当に嘘。無料です。フリーです。はい、でも3000円払ってもいいよっていう感じだったら全然私のお手手はオープンなので全然お手手はオープンです。Just joking! で、この Habit Tracker の継続するコツは、この Habit Tracker を目に見える場所に置くことだと思う。何でもそう、Habit Tracker もそうだし、including the gadgets or the things that you gonna use to achieve your goals too. 自分が目標を達成することに必要とするもの、本とか、ヨガマットでもいいし、参考書でもいい。そういうものは絶対目に見えるところに置いておいた方がいいと思う。で、2つ目のコツなんだけど、毎日決まった時間に自分のハビッツをチェックアウトしたらいいと思う。私はモーニングのハビッツがゴンってあって日中のハビッツがボンってあるからめっちゃ擬音語だな。私のモーニングハビッツがめちゃくちゃ揃ったモーニングルーティンを終わった後に全部モーニングのハビッツはチェックアウトしていて、でその日中の全部の夜までのハビッツは夜寝る前にこれできたこれできなかったつってチェックしてる。コツの3つ目が1週間の振り返りをちゃんとしたらいいと思う。自分ができなかったハビッツは何だろう、何ができたんだろう、どうしてできなかったんだろう、そういうのを振り返ったら次にも活かせるよね。でそこで自分がすごいユースフォーだな、分かりやすいなって思ったのが、このよく見てもらえると、いや全然ピント合わないじゃん。よく見ると色がついてる部分とマイナスか丸がついてる部分があるんだと思うけど、色がついてる部分はもちろん皆さんが分かるように私ができたものね。でマイナスは自分が原因でできなかったこと、丸は外的要因で自分がこのハビッツをできなかったっていうことに丸とマイナスを入れてるのね。そうするとすごい分かりやすい。この日に何があったんだろう、この日にどうしたんだろうっていうのがすごい分かりやすいな、いいなって思った。でこれはよくある失敗だと思うんだけど、ハビッツを欲張りすぎるのこと、それはしなくていい。私は結構今月も欲張って本当これは絶対続けられないと思ったから、ちょっと皆さんも分かる通り多分クロスアウトしてるんだよね。分かります？このクロスあんまり分かんないね、でもクロスアウトしてるんだよ。これは絶対できないと思って、そうだから違うハビッツに変えたりしているから、全然それはいいと思う。自分の好きなように自分が生きやすいようにやったらいいと思う。では今回お伝えした3つのポイントをおさらいすると、12週間っていう適度な期間設定でマイクロハビットを入れて小さな習慣から始めてみる、小さなゴールから始めてみるので、私のハビットトラッカーを使って自分の進歩を可視化してみて、振り返って、でまた成長してっていう風にしていく。だからぜひあなたも私と一緒に12週間のチャレンジをしてみませんか？全然クォーターゴールとも言っていいんだけどね。でもしよかったら皆さんのゴールをコメント欄でシェアして。ここは私の大切な皆さんのカンフォタブルスペースにしたいから、みんなで一緒に目標達成に向けて頑張りましょう。この動画とセットで自己成長のための月間振り返りプロンプトの動画も出しているから、ぜひそちらも見てみてね。この動画が役に立ったなと思ったらいいねとサブスクライブお願いします。それでは次の動画で会いましょう。I hope you have a great week ahead. See ya!